皆さん、ごきげんようです。お魚です。本日は浦島太郎のお話についてご紹介していきます。皆さん、浦島太郎のお話は知っていますか？皆さんが知っているお話はおそらくこんな感じではないでしょうか。昔々、浦島太郎という男がいました。太郎は子供たちにいじめられている亀を助けて、そのお礼に竜宮城へ連れて行ってもらいます。竜宮城には乙姫様という美しいお姫様がいて、ごちそうや鯛やヒラメの舞踊りで太郎を歓迎してくれます。しばらく遊び暮らした太郎でしたが、そろそろ家に帰ると申し出たところ、乙姫様は玉手箱をお土産にくれます。ただしこの玉手箱、開けてはいけないと言われます。いざ村に帰ってみると、なんだか様子がおかしい。いろんな人と喋ってみると、どうやら太郎が竜宮城にいる間に何百年も時間が経ってしまったようでした。悲しみに暮れた太郎は、開けてはいけないと言われている玉手箱を開けてしまいます。すると玉手箱からは白い煙がもくもくと出てきて、太郎はたちまちおじいさんになってしまいました。というようなのが皆さんが知っていらっしゃる浦島太郎のお話かと思います。ところが実はもともとの浦島太郎はかなり違ったお話なんです。そもそも浦島太郎のお話が初めて現れたのは奈良時代のことです。日本書紀において水の江の浦島子という男が釣りをしていて大亀を捕らえたところ、大亀が女性に姿を変えて現れます。この女性が妖艶な魅力を持っていたそうで、その魅力にやられた浦島子は契りを結びます。ちなみにこの女性が連れて行ってくれるのは竜宮城ではなく、海の中の蓬莱山です。蓬莱とは古代中国で東の海上もしくは海中にあると言われる仙人が住むという仙境の一つです。道教の流れを組む神仙思想の中で説かれるものです。その後、浦島子がどうなったかは別巻に記すと書かれていますが、この別巻は現存していません。日本書紀は変年体といって起きたことを年代順に書いていく歴史書ですから、何百年も後の浦島のその後をそのまま続きに書くわけにはいかなかったのでしょう。他にも浦島太郎のお話は万葉集にも収録されています。巻の9、水の江の裏の島子を読みし一首、短歌を合わせたりの歌枕にこうあります。主人公の名前は水の江の裏の島子。この男が7日間家にも帰らず釣りをして海原を遠く漕いでいくと、綿摘みの髪の乙女とたまたま出会って声を掛け合い、思いが通じて結婚することになります。そして2人は契りを結び、2人がやってきたのは常世の国。古代日本で信仰された海の彼方にある理想郷です。この常世の国で長い間乙女と暮らしていた島子ですが、一旦家に帰って父母に事情を説明してきたいと言い出します。その際に乙女が渡したのが箱。この時は玉手箱という名称は出てきません。常世のあたりに再び帰ってきて、今のように私と会おうと思うのならば、この箱を開けてはいけませんよ、と言い添えます。ところが、皆さんご存知のように、故郷は変わり果てている。そこで、もらったこの箱を開いてみたなら、元のように家が現れるのでは、と思ってしまい、島子は玉手箱を少し開いてしまいます。すると白い雲が箱から出て、常世の国の方角に向かってたなびいたので、島子は慟哭し、肌はシワだらけ、髪は白髪になり、ついには死んでしまいます。亀が出てこないな。ということで、たまたま出会った美女と思いが通じちゃうという超ラッキーバージョンの浦島太郎です。本文中でも
島子が家に帰りたいと言い出したあたりで、なんとこの愚かな人間界の裏の島子が、みたいに原文に書かれていて、ラッキーを自ら棒に振っていくスタイルだってことが示されています。それからこちらも奈良時代に成立した丹後の国不土記では、筒川の島子という男が主人公なのですが、今回は男の描写があります。人となりも容貌も美しいこと類なきということで、しょっぱなからチート主人公感がありますね。この島子が魚釣りに出て捕らえた5匹の亀が、島子が船の中でまどろんでいる間に麗しい婦人に変化したとのことで、今回は亀は出てきます。人となりの良さに触れられていた割に、ここでは亀を助けるという善行は特に出てきません。で、この婦人が乙女の聖の家の人なりと名乗り、求婚してきます。万葉集や日本書紀と同じく、何もしなくても美女が寄ってくるハーレムアニメの主人公みたいですね、この頃の浦島って。この島子が行くのは海中の広き島。名前は蓬莱山と書いて常世の国とルビが振られています。3年間この亀の姫と夫婦として過ごした島子ですが、やはりホームシックを起こして一旦帰りたいと言い出します。今回の姫はかなり説得するのですが、やっぱり帰っちゃう。姫は決して開けないでと言い添えて、玉甲、宝玉で装飾した箱を渡します。ねえ、約束を忘れて島子が開けちゃうと、かぐわしい香の匂いが風雲とともに翻って天井に登っていった。浦島は二度と姫とは復縁できないと悟ったというようなことが書いてあって、この後島子と姫がやりとりした歌が掲載されています。ということで、奈良時代の浦島太郎物語の特徴としては、亀を助けてない。亀が乙姫ポジを兼ねている。乙姫ポジの女子と結婚する。ということですかね。行き先が竜宮城ではなく、古代中国や日本の理想郷の名前が使われているのもポイントですね。この後、歴史が下って中世の頃には、浦島太郎の絵巻がたくさん存在したそうです。これらの絵巻も含めて、中世の頃の浦島物語のスタンダードと言えるのが、おとぎ草子収録のものです。主人公は、浦島の子の浦島太郎。この浦島太郎は、明け暮れ海の鱗くずを取りて父母を養いけると書かれていて、親孝行の側面が描かれています。この浦島太郎は、釣りに出た時に偶然釣り上げた亀を、長生きする生き物をここで殺すのは忍びないということで逃がしてやります。すると小舟に乗った美しい女房が現れて、乗っていた船が難破したから助けてほしいと言います。太郎は哀れに思って同じ船に乗り、10日ばかり航海したところ、たどり着いたのが竜宮城です。ここで女房からプロポーズされ、いつでも四季が見られる部屋とかを案内されて、太郎は女房と夫婦になります。しかしこの太郎も3年くらい経つと実家に帰りたがる。30日で帰ってきますとは言うものの、女房は泣きます。ここで女房は、実は私、あの時助けられた亀で、と告白し、形見に慈しき箱を渡してくれます。これもやっぱり開けないでと言い添えます。それでこの太郎もやっぱり変わり果てた故郷を目にするんですけど、そこで何もかもどうでもよくなって箱を開けちゃいます。すると紫の雲が三筋登り、太郎は鶴になります。箱の中には亀が太郎の時間を700年分閉じ込めていたのだとはっきり書かれています。これで女房と太郎は亀と鶴ということで、どっちも縁起の良い動物になったねということと、浦島と亀は丹後の地方に夫婦の明神として祀られているよ。めでたかりける試しなりで終わります。めでたいかな。ということで、ここに来て浦島太郎と竜宮城の名前が爆誕。
本文中には玉手箱の文字も出てきます。また、亀を助けるっていうのもここで初めて出てきましたね。また、いつでも四季が見られる部屋は、昔話のミルナの座敷とか、ウグイス長者とかも彷彿とさせます。このおとぎ草子が、この後かなり長い間、スタンダードな浦島太郎として読み継がれたようです。江戸時代の奇拍子も基本これに沿ったお話だったみたいです。そうそう。江戸時代には、近松門左衛門の浄瑠璃とか、鳥居清重の青本にも、浦島の名を冠したものがあるのですが、これは息子が出てきたりする二次創作チックなものなので、今回は置いておきますね。そして、時は流れて明治の世。岩谷さざ波という人が子供向けに日本昔話という本を書くのですが、この中に浦島太郎も収められています。このお話での浦島太郎は情け深い男で、子供たちが亀の子をいじめているのを目撃し、助けようとします。しかし、子供たちが浦島の説得を聞かないので、仕方なくお金を払って亀の子を買い取るという手段に出ます。この亀の子が恩返しに連れて行ってくれるのが竜宮城。浦島太郎は亀の甲羅に乗って波の上をしばらく泳いで竜宮城へたどり着きます。ここでさざ波版の新要素。この竜宮城では魚たちが家来として働いています。ファンタスティック。そしてこの竜宮城の主が乙姫様。乙姫様は亀の子を助けてくれたお礼に、ごちそうと踊りで浦島を歓待し、竜宮の中を見学させてくれます。おとぎ草子で出てきた四季の部屋も出てきます。2、3日そうして楽しく過ごした浦島太郎ですが、さすがにのんびりしすぎたということで、おいとまを申し出ます。ということで、このバージョンでは、乙姫と亀が別人になっていて、なおかつ姫と浦島は結婚しないんですね。自分の命の恩人ならともかく、家来の亀を助けてくれたくらいで、まあ結婚はしないか。そんな深い関係になっていないせいか、浦島の竜宮滞在時間もこれまでとは比にならないくらい短いです。そして、乙姫がお土産に渡してくれるのが、立派な箱、玉手箱です。大事なものを入れてある箱なんだけど、開けると大変なことになるからどんなことがあっても開けてはいけないと念を押します。例によって浜に戻ると長い年月が経過しているくだりを経て、浦島は玉手箱を開けます。この時は何かの役に立つかもしれないと思って開けてますね。すると紫の雲がみすじばかり立ち上って、浦島の顔にかかるとシワだらけのおじいさんになって腰も立たなくなってしまったという流れなんですが、最後にめでたしめでたしって書かれてます。何がめでたいのか。ということで、さざ波版ではおとぎ草子から大きく変更された点がいくつかありますね。まず、亀をいじめる子供の登場。これなんですけど、おとぎ草子で出てきた捕まえた生き物を逃がすっていうのが、北条会っていう仏教の行事を彷彿とさせますよね。これがね、北条会というのが、明治の初めの廃仏毀釈とか神仏分離とかで一旦廃れたらしいんですよ。なので、自分で捕まえた生き物を逃がすことが徳の高い行為だっていう考えが、この頃はあまりなかったのかもしれないですね。なので、助けたということをより分かりやすくするために、いじめる子供を登場させたのかもしれません。そして、亀と乙姫様の分離。助けてもらうのは亀。お礼をするのは乙姫に役割分担されました。そのせいか、乙姫との結婚話は消えました。結果、せっかく亀を助けたのに、3日間いい思いをしただけで、遠い未来でおじいさんになるっていう、恩返しなのかどうなのかという状況に浦島は陥ってしまいます。これについては、子供向けには不適切な亀との結婚のエピソードを削ったせいでこうなってしまったのではないかという考察をしている方もいらっしゃいました。確かに
太郎が乙姫様と結婚して何年も一緒に過ごしたのであれば、実家に帰ると言い出した太郎に乙姫様が複雑な心境から玉手箱を渡すのもわからないではありません。でも今回はその結婚という要素がなくなってしまったために、単純に亀を助けて数日歓待しただけの人に玉手箱を渡すという乙姫様の行動がよくわからないことになっています。この考察は正しいような気が私もいたしますね。そう考えると、最後の浦島が年老いて腰も立たなくなった後に急に出てくるめでたしめでたし、こちらももしかしたらおとぎ草子から浦島が神社で祀られるくだりを削ったせいで、こんな風に急なめでたしめでたしになったのかもしれません。さて、これ以降は明治期から昭和初期にかけて浦島太郎は小学校の教科書にも収録されます。基本的にはさざ波版をダイジェスト的にしたものが収録されていたようです。ということで、私としては浦島太郎は時代ごとに3つのバージョンに分類できるなと感じました。まず、奈良時代の押しかけ女房記。そして、中世のオリジナルワード登場&北条駅。明治時代の子供向け童話ちょっぴりシュール記です。皆さんはどの時期の浦島太郎がお好きですか？よろしければコメントで教えてくださいね。それでは本日はこんなところで。ごきげんようです。お魚でした。チャンネル登録、高評価、その他もろもろお待ちしております。